どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、EV 会になっておりまして、多分面白いと思いますと。後ろにあるようにですね、米国、要するにアメリカで EV 化が一番進んでいるカリフォルニアからの頼りということで、現地のご担当の方がですね、メールをいただきまして、実はカリフォルニアって EV がめちゃくちゃ進んでる、導入が進んでるんだけど、このような状況になってるぞ。お便りをいただいたんですね。ニュースでは流れないカリフォルニアの現状、そして、ハノファに行きましてですね、単なる製造業の展示会だけではなくて EV のトレンドを欧州人どう見てますかということも聞いてきたので、この2本立てでやっていきたいと思ってると。要するにニュースで出てこない地に足をつけた内容になってるのかなっていう風にね、担当者レベルでどう考えてるかっていうことがまざまざとわかるような内容になってます。なぜこの回をやるかっていうことなんですが、2023年5月11日公開しまして、EV トレンド35年頃に破綻するかもみたいなね、動画を公開しました。各国が政治力をふんだんに使って推し進め、EV 化比率も高まっているものの、バッテリー EV がですね、どんどん広がっていくとジレンマがあるんじゃないのっていうね、技術者視点でお話をさせていただきまして、このようなジレンマをね、お話しさせていただきました。生産、利用全体で考えた場合、CO2 が走ってる時以外ですね、そこでも出てるということで、発電に関する原発なのか、火力発電なのか、それともグリーンエネルギーなのかということで、エコな国とそうでない国があるんではないかという論点と、エネルギー密度が電池非常に低くですね、車両重量が上がる問題があると。さらにインフラの設備がまだまだ発達しきってないんじゃないの。あと原材料枯渇の問題などあるんではないですかということですね。たくさんのコメントをいただきまして、かれこれ2ヶ月ぐらいですね、もう60万再生になってると。プラス、一つの断片を取ってですね、アンチコメントをいただきまして、いろんな見方があるから、動画を見ないでさ、一つの部分を切り取って、ものづくりたらはこういったコンセプトだぞ、みたいなことを言うのはいかがなものかなということは疑問を呈しておきたいと思いますと。コメントを元に深掘りした動画を作成してもいいと思いますし、トヨタが全固体電池出してきたとか、最近テスラのですね、深掘りをしてないので、ここ深掘りしてもいいと思うんですが、それはまた別の機会にやっていきたいと思います。本日は頼りを中心に取り上げていきたいと思います。まずは欧州の流れからですね。テスラ注目しろっていうコメントあるんですけど、ちょっと待っとれとお前とそういう感じですね。欧州規制から EV 動向が読み取れるということで、欧州ですね、ユーロ7の新規制が盛り上がっておりますので、これをまず取り上げていきたいということで、フォルクスワーゲンの乗用車のトップ、統括しております方でございますが、このような発言をしています。対応に必要なコストは2000ユーロ必要であると。30万円以上もコストアップするんじゃねえのみたいな感じですね。為替レートは今150円以上になっておりますので、30万円以上になってくると。ユーロ X とは何？このユーロふにゃふにゃとは何かっていうことでございますが、1997年2月から導入された自動車の環境規制になっております。そして現在はユーロ 6D が導入適用されておりまして、二酸化炭素に対する規制もあるんですが、これは罰金を払えば対応可能でございますが、ユーロほにゃほにゃはですね、対応しないと自動車販売がそもそもできませんと。要するにマストで対応しろこの野郎というものになってなので、切り抜かれてるかわかりませんが、非常に厳しいお顔をされていると。ガソリン車以外に EV 車も対象になるっていうのが、このトピックとして挙げられるかなと。電池や、なんとタイヤも対象にしてくるそうです。政治力が介入してくる現在の自動車業界は、自動車規制による背景も考えなければならないということで、この規制が何を意図しているかっていうのを深掘りしないとダメですよね。どのような変化が想定されるんでしょうかと。詳細移る前にですね、このユーロ7が厳しいと言われるのはですね、なぜかっていうと、継続生産者も対象になると。今まではですね、新しく作る車、新しいフルモデルチェンジの車にだけ対象だよっていうことだったんですけど、このユーロ7になると、生産し続けてるものも対象になるんで、このような、規制の自動車に対応必要になるといろんな部品コストが上がるから2000ユーロ必要だよっていうことを言ってるわけですね。つまり、既存車両について大きなコストアップになるということでございます。EV も対象になるというコメントがありましたが、その詳細はいかにという感じでございますね。これはですね、EU の産業保護が見え隠れすると。タイヤとかですね、ブレーキについても対象ということで、タイヤやディスクブレーキからの粉塵がございます。これが簡単に言うと対象になると。こんな感じで粉塵がビャーっとついてですね、それを溶かすような薬液をかけてあげるとですね、鉄粉がドロドロと溶けるわけでございますが、欧州は日本
本よりも速度制限が高くドイツ行ったんですけども、制限速度が120キロだよ。日本の高速道路と100キロとか120キロのところもあるんですが、多くが80キロ規制だと思います。なので、このパッドをゴリゴリに削りながら制動力を高めるということをボッシュも発表しているわけですね。ということは、ゴミが出るわけですよ。道路上の PM 粒子状物質の 32% 以上がですね、タイヤとブレーキが起因であると、ボッシュが公表していると。基準はまだ決まっていないものの粗悪なサプライチェーンを切ると。要するに、粉塵がものすごく舞うとか、タイヤからものすごくタイヤのカスですよね。そういった劣悪なタイヤを排除していきたいということですね。産業を残す思惑もあると。例えば、このタイヤでございますが、現在であればですね、低価格領域は中国勢とか韓国勢が台頭してきているわけですね。こんな感じで、韓国も売り上げ伸ばしているということで、このブリヂストンもですね、そういった低価格商品にゴリゴリ押されてですね、ここ苦しんだわけですね。2020年ぐらいですね、もう営業利益がどん底になるということで、ブリヂストン何をしたかというと、既存のですね、低価格タイヤを作っている工場をバンバン閉鎖に追いやってですね、そして高付加価値のタイヤを残していく。で、現在ではエンライトンと非常に発音がしにくくて、なぜこの名前にしたんだと僕は思うわけですが、名前は呼びにくいんですけども、性能は抜群であると。20% の軽量化ですとか、30% の転がり抵抗低減ということで、30% もタイヤの一括りとしては同じなんですけども、抵抗が低くなるわけですね。車重ですよ。EV なんかはですね、リチウムイオン蓄電池をもうめちゃくちゃ乗せてると。例えばピックアップトラックなんかは、前回の動画でも言ったんですけども、電池だけで2000キロです。2000キロ。ランクルプラダがですね、約2トンぐらいですから、それぐらい電池が乗ってるわけですね。ということは、タイヤに荷重がかかってくるわけですから、タイヤの抵抗が非常に大きくなると。ということは、その転がり抵抗が少なくなると、燃費、要するに燃費が上がるわけでございますと。これものすごく EV に採用され始めているということで、欧州もですね、こういった高付加価値のタイヤを残すことで、欧州の、例えばミシュランとか、そういった企業を残していこうと。高付加価値産業を残す仕込みが見られるんじゃないかなと。さらに、電池についてもこれ規制を設けてるわけで、電池の劣化についての基準になってるわけですね。対象となるのは PHEV とかバッテリー EV になるわけですが、使用から10万キロですよ。ある程度走った時でさえですね、80% 電池が生きてないといけませんとか、16万キロ以上走行時に関しても 70% この電池ですね。30% は劣化して使えないわけですけども、70% ぐらいの能力を保持してないと、この欧州内では売れませんとか搭載できませんということになるんですね。というのも、欧州というものはですね、日本と違ってですね、電池工場がバカ乱立してるわけですね。すごいでしょ。めちゃくちゃ工場立ってると。乱立する電池メーカーの淘汰ですとか、欧州電池メーカーの保護があるんじゃないか。もしくは中国メーカーの排除みたいなことが見て取れるわけですね。ブレーキやタイヤについて、中国外しではというコメントもあるぐらいですから、欧州の彼らの得意領域ですよ。規制を作って、ルールを変えて、欧州ナンバーワンだっていう風に言わせると。EV めがけてもですね、政治がこれ同体してると言っていいと思います。エンジン車についても規制対象になっておりまして、数字は実は同じように見えるわけですね。こんな感じで、こっちが新規制なんですね。ほぼ数字が変わってないように見えると。これがユーロ 6D で、こちらがユーロ7。じゃあ真ん中何かっていうと、そもそもの案だったんですけども、自動車業界からめちゃくちゃ反発があってですね、若干緩和したそうですと。これ、同じように見えるんですが、何が違うかというと、試験条件がより過酷になると。昔のユーロ 6D まではですね、このようなシャーシダイナモメーターと呼ばれるようなですね、試験装置だけがあるみたいなね、そういう専用の部屋で自動車を走らせて、アクセルブレーキのプロフェッショナルがおりまして、今足をクックやってるんですけども、全然動画伝わらないんですけども、この時はアクセルをこのくらい踏んでみたいなプロがやってたわけですね。ということで、燃費もですね、理想のものが出せたわけですが、このユーロ7になるとですね、路上走行になるという風に言われてますと。つまりところ、試験室より条件は悪くなるし、温度にも影響するし、路面状況も悪くなるだろうと。冷感始動ということで、まだまだエンジンとか冷媒が温まってない状況で試験をスタートさせるんですね。そうするとどうなるかっていうと、排ガスに対してうまく作用しないわけでございます。ということで、触媒の排ガス除去能力が劣るわけでございまして、冷媒をですね、運転指導時に一気に温めてあげるみたいなヒーターを使わないといけないですね。そうするとまたエンジンをバ
ー回してですね、電池を送ってあげないといけないわけでございまして、あれハイブリッドの方がこれ安くなるんじゃねえのみたいなことも言われてると。あらあらトヨタが有利になるんじゃないのみたいな EU がですね、自国産業保護のためにやるとですね、技術力でトヨタがここをぶち抜くと。いつものパターンになってくるんじゃないのっていうことが見て取れるわけですね。ここから見えるのはもう一つは EV 移行を推し進めると。エンジンを作ってるとこれだけコストアップになるからさっさと電気自動車作れよみたいな意図も見えるわけでございますと。欧州の自動車メーカーどういう反応をしてるかですよね。実はユーロ7に強く抵抗しておりまして、このステランティスのカルロス・タバレス CEO もですね、こんなこと言っています。新基準は価格に悪影響を及ぼし、顧客や環境に利益をもたらさないため役に立たないと。マジで激おこプンプン丸ムカチャッカファイヤーまで言ってると断言してると。そしてフォードや BMW も反対の立場でございまして、未来の投資に集中させるべきだみたいなね、ある意味 EV に舵を振るようなニュアンスもあるのかなという感じでございます。このようにですね、欧州も一枚岩ではないと。要するに自動車メーカーと規制を作る意見とか、政治家と隔たりが結構あるような感じもしますよね。現地でなければ国の本音は見極めが難しいのも事実でございますと。 EV 化が正しい選択枠なのか、移行のスピードなども含め見極めが非常に難しいと。じゃあ実際どうなのっていうことを思うわけですよね。ということでハノーハでヒアリングでございますと。35年の全車種 EV 化ですよね。これは実現するのかっていうのを聞いてきましたと。ヒアリングを行う酒井さんも激写させていただきましたという感じですね。頑張っておりました。欧州の方々はですね、35年で完全バッテリー EV 化、絶対 EV 化ってどう捉えてるんですか。 E フューエルですね。これさ、前の動画で1000個ぐらいコメントあるんだけど、E フューエルって言ってるから、お前間違ってるぞっていうコメント。いや、コメント読めと。もう、あんでギャグだぞっつって。E フューエルですよ、E フューエルですよって100件くらいコメント来たわという感じですね。コメントも読めんのか、お前目ついとんのかって感じですね。ごめんなさい、ごめんなさい、僕が間違えました。本当にご指摘ありがとうございます。はい、失礼しました。で、N 数は15人ということで、ドイツで聞いてきたんですけど、もうドイツ人が冷たくて、お願い、excuse me、excuse me、っていうことで、全然答えてくれなかったんですね。ほとんどドイツ人以外の EU の方ですね、回答いただきました。まずですね、35年までに完全 ZEV 化が達成できるかどうかです。イエスがはい、7票と。で、実はですね、ノーの票もございます。これが5票ですね。そして、ディフィカルトと、難しいが1票。そして、ビッグチャレンジが2票になってると。まず、イエスの人の見解を聞いていきたいと。ドイツは自動車大国だからね、できるよみたいな根拠なき自信があると。そして、それがですね、未来だから。続いて、問題はあるが実現できるだろうと。そして、環境のためだからみたいなね。環境意識がね、日本人よりかなり高い印象は受けましたね。続いて、ノーの人でございますと。インフラが未整備、多くの人が懐疑的であるみたいな意見も実はありました。で、その他ということで、ビッグチャレンジとかですね、ディフィカルトの方でございますが、やっと方針が決まった中国メーカーに負けないように取り組む必要性があるみたいなね。やっぱ中国をかなり意識している人もいると。そしてですね、問題はバッテリー EV の電力をどのように補うかだと感じていると。電力不足になるんじゃないのという意見だったり、課題が多く残っており野心的な目標だ。冷静に見てますよと。バッテリーにボトルネックがあり、充電時間が長いみたいなね、日本でも見られるような意見もございました。ということで、欧州はですね、バッテリー EV をめちゃくちゃ進めてるっていうような感触はあるんですけども、意見は非常に様々で、ございますと。その他にも聞いてきたということで、日本ですよ。日本バッテリー EV めちゃめちゃ進んでないと。現状2022年末でもですね、3.7% でございますと。じゃあその現状について、欧州人はどう思ってるかってことですね。日本は自動車大国として知られており、少ないことに非常に驚き、3.7% なのお前らみたいな感じですね。続いて EV は魅力的ではなく、インフラが整ってなく、EV が社会に溶け込めてないんじゃないのみたいな感じですね。そもそもアンチ EV というか、35年に全ての車をバッテリー EV にするっていうのは難しいんじゃないのっていう方が答えているので、日本の状況に関しても社会にそれ適用しないんじゃないのっていう意見もありますね。それで国がもっと支援すべきだみたいなね。何やったんだ政治家っていう感じです。さらに政治のリーダーシップがないみたいな
方もいらっしゃいましたね。もっと日本人が積極的になるべきよ。まあ、いろんな意見ございます。EV のトレンドをどう感じているかでございますが、こんな意見もありましたね。ハイブリッド車が最適なんじゃないのみたいな。それが正解でしょみたいな。ビッグチャレンジノーの担当者はお互いにおりました。まだまだ EV の値段が高くガソリン車を乗り続け、壊れたら EV に移行すべきではないんですか？そっちの方が環境にもいいんじゃないのみたいな感じですよね。大きなチャンスがあります。我が社は水素社会ともシナジーが組めるんで、これポジティブに考えてるよっていう担当者もいらっしゃいましたし、すでに電池のラインを建築してるから、もうポジティブだよ。イエスみたいな感じですね。大きな機会と捉える担当者もいるが、冷静な意見も垣間見えたと。そういうようなヒアリングになったかなと。欧州の方針としては EV 化って言われてるものがメディアである程度伝わってくるかな。そういう認識でございますが、欧州人全員が EV 化に傾倒しているわけではないと。置かれている状況を冷静に俯瞰している担当者も非常に多くいたところが欧州の特徴かなという感じですね。中にはですね、EV 車を購入した担当者がもう次はガソリン車にするという発言もあってですね、これは面白いなっていう感じですね。自動車は生活の足でございますので、例えば自分の家にバッテリーステーションがない担当者とか、マンションの方であれば充電好きな時にできないわけじゃないですか。なので自分の足だからもう使いたい時に使えねえんじゃねえかみたいなご意見もあると思うんですね。なので顧客ありきであるということも忘れてはならないことであると。これは非常に重要かなというふうに思いますと。そして、ドイツ在中のですね、元同僚にも聞いてきましたということで、LINE を開示させていただきたいと。これはいいよって言われてないんで、今ですね。もしかしたら消されてるかもしれんと。読みましょう。一枚岩になり切れてるかは微妙なところだけど、グローバル覇権を経済軸や企画軸で握りたいという裏目的が各国一致しているので、なんとなく一枚岩に見えている感じかなと。ドイツで言うと、ドイツプラス EU で主導権を握りたい緑の党と産業界がお互いの目的をよく分かっているので、結託してるという感想ですね。完全な民間はまだまだついてきていない様子で、この裏目的をみんなが分かっているので、生産過程と発電にかかる二酸化炭素のコストの話をメインに、バッテリー EV に懐疑的になっている感じもあると。それを国として報道含めてなんとか下記のような話を抑制しようと必死な感じと。EV 化が正しいぜみたいなものをですね、メディア使ってやってるよっていう話ですね。まず EV 先進国スウェーデンの電力問題ですね。これを多く取り上げてると。水力発電した電気エネルギーを国全体に行き渡せられないから結局エネルギーロスが多いとか、問題になってる点もあると。そして EV インフラを整えるだけではなくて、実は既存の内燃系の燃料インフラを破棄する時にも莫大なコストが必要で CO2 出すよねみたいなこともあるし、そしてそもそもリチウムイオンバッテリー生産にも莫大なカーボンコストがかかるという日本と同じような議論も見られていると。加えてトヨタの全固体電池開発完了の話も必死に隠そうとしてるけど時間の問題だと思う。自分たちの作ったルールで逆にトヨタに逆襲されることを恐れてるって感じかなということで、ドイツでも熱い議論が巻き起こってるわけですね。との所感が返ってきております。あくまで一意見であると。ここまでですね、ドイツの感触ですよね。ニュースだけ見ると EV か EV かって言われてますけど、担当者ベースであるとそもそも違うというような意見も多く見られた。続いてですね、カリフォルニア現地人からの手紙ということで、EV 導入が進むカリフォルニアでございますが、じゃあアメリカどうなってんのっていうことですね。アメリカの現地人としてはどういう風にこれ見てるんだって気になると思うんですね。ということで話移っていきたい。まずですね、カリフォルニア州とはどういった州なのか。アメリカは50州からなっておりまして、それぞれの州が国みたいな単位なんですね。それぞれの州で法律もあるし、方針も違いますと。ただ、一国であると。2022年時点で最も影響力が高い市場はということでございまして、実はカリフォルニア州でございますと。アメリカで3番目の面積で人口は一番多いと。そして100万都市がなんと3個もあります。カリフォルニアだけで。すごいでしょ？すごいでしょ？そして人口は驚愕の約4000万人でございますと。東京近辺の人口も凌駕するようなものになっていると。日系企業が一番進出していることでも有名でございまして、ソニーやパナも拠点を置くと。しかしトヨタは拠点を移しました。イリノイに確か移したね。で、経済規模は全米でナンバーワンになっておりまして、2位はテキサス、3位はニューヨークになっております。人口数が1位なだけあってですね、自動車販売数もダントツで1位であるカリフォルニアでございます。年間160万台も売れるそうですと。で、2位はテキサスで130万台、3位はフロリダになっていると。
で、22年の EV がハイブリッドの販売数を追い抜くということで大々的に報道されております。まさにですね、米国一の EV 先進州と言えると思います。では、なぜカリフォルニアでは EV が売れるのかということでございますが、米国全体で見るとですね、日本と遜色なくですね、EV 化比率というのはそこまで高くないんですね。米国で最も売れた電気自動車はモデル Y になってます。テスラですね。そして93万7000台余りでございまして、それが EV、FCV になっておりまして、EV シェアとしては 6.7% になっていると。カリフォルニアではそのうち、なんと28万台売れておりまして、30% に届かないぐらいかなという感じですね。6台に1台以上が EV という計算になっていると。なぜみんな EV 買うかっていうと、12年にそもそもリーフとかですね、iMEV でしたっけ、三菱の。それが出てきた頃でございまして、その頃に目標を立ててまして、25年までに150万台の EV 販売が目標であると。これはバッテリー EV と PHEV を合わせた数ですね。排出ガス規制当局、大気資源委員会ですね。これジェトロの資料から持ってきております。ジェット EV の規制をしているということですね。ZEV の販売義務もございます。さらに基準を達成できないメーカーは罰金もしくはクレジットの購入が必要ですね。要するにテスラみたいなバッテリー EV だけを作ってる企業からクレジットを買ってですね、その基準を満たさないといけないということですね。EV 導入を後押ししていることが伺い知れると。35年にはハイブリッドを含めず 100%ZEV 化を目標にしているわけですね。欧州と同じですよと。そしてこの手紙、ちょっとじれったいんですけどお付き合いくださいと。出所でございますが、バーデックスチェンジ。みんな首をかしげてますが。バーデックスチェンジというですね、国際環境カンファレンス、米国政府環境有識者、企業関連者等が参加すると。こういう写真付きで送ってくれました。で、こんな感じで議論してまして、セッションがいくつもあると。例えば、ナチュラルガスみたいなね。そして、サスティナビリティとかですね。こんな感じですね。まさに政治通州に近い場所といって、ここで国の方針とかカリフォルニアの方針が決められるわけですね。そしてその他にもこんな感じでございまして、ここではですね、EV の充電インフラには問題があるんじゃねえの。サンペトロ法案の気候変動への適用とかですね。EU や気候変動など、議題は多岐にわたるようでございまして、ここに参画しているのは官僚も言ってます。で、ジェトロの担当者も言ってまして、議論とかキャッチアップを行ってるそうです。要するに米国の今後を占うようなそういったカンファレンスになってると。それでは個人情報を保護しつつ読み上げたいと思いますと。ものづくり太郎様、突然のメール送付申し訳ございません。先日ものづくり太郎様の YouTube を60万回再生のものだね。それを弊社スタッフと拝見させていただき、大盛り上がりとなりました。弊社は日本と米国に拠点を置く企業で、私はアメリカ在住です。日本もそうですが、アメリカでも実際に報道されていることと現実は全く違い面白いくらいです。ものづくり太郎様の EV 社の動画を拝見させていただき、先日弊社が参加しましたカンファレンスで得たカリフォルニアの情報を共有したくなり、ご連絡させていただいております。もし使える情報があればぜひご使用ください。さらに情報が必要であれば、弊社で持ち合わせている情報であれば何でも提供させていただきます。特に業界関係者には現状を把握して未来予想をし、企業として生き残っていただきたいです。日本は情報貧乏で、このままではどんどん負け組になりますので、目覚めていただきたいですというですね、熱い冒頭から始まり内容に行きます。毎年バーデックスチェンジというカリフォルニア、特にロサンゼルスの法案を決めるような勉強会が開催されています。一応クリーンエネルギーというタイトルになっておりますが、実際に話し合われていることはもっと興味深いところです。この会議には日本領事館、ネドやジェトロ等々参加していると。で、私たちは2018年に一度参加しましたが、その後コロナなど開催できなかったり、弊社が参加できなかったりと、今年は久しぶりに参加しました。2日にわたりパネルディスカッションが行われまして、同じ時間帯に4つのパネルが開催されているため、参加できなかったものもありますが、主要なものは参加しました。特に情報提供したいのは EV の現状です。続いて、カリフォルニアは EV 車を優遇したため、EV 車が普及し、すでに2年先、要するにあれだね、2025年の計画ですね、に到達しているそうです。しかしながら EV の販売数だけが到達しており、他の目標が何一つ計画通り行っていないそうです。チャージステーションの普及も遅れており、未だにレベル2を使用しているために、充電時間が長くかかり、ショッピングモールやストアに設置されているものは全く役に立っていない状況。レベル3にアップグレードするには費用がかかることと、労働者、アメリカは人材不足のため、不足で計画を立てても現実的ではないとのこと。また、共同住宅内のチャージステーションの設置も、住民反対が出ないような法案を通してはいるものの、システム開発が追いついていないので、現実的ではないようです。実際に共同住宅内のチャー
ジステーションはまだ見たことがありませんと。また、慢性の電力不足のカリフォルニアですので、これ以上 EV 車の充電に電気を使われると、深刻な電力不足になる。ゼロ CO2 を目指しているが、これも大きな問題で、夢物語を語っているが、グリーンエネルギーだけではやっていけない。天然ガスを廃止する法案が通っているが、天然ガスを使わないと社会が回らない。皆さん目を覚まさないか。環境も重要だが、もっと重要なのはエコノミー、経済ではないかという声を上げる人もいました。そのためにこれ以上 EV 車を増やすのは無理があるのではないかという派閥と、もっと利権で儲けようとしている利権野との対決になっています。カリフォルニアはご存知の通り民主党が強い州で、リベラルが州を仕切ってきました。今まではほぼ利権まみれの極左が法案を決めていましたが、この数年で変化が見られており、本当のリベラル派が目覚めてきているようです。CO2 がなければ植物も育たないし、問題が生じることはこのレベルの人はみんな知っています。それを知っていても利権絡みで環境を喧伝しなければならなかったのですが、これでは社会が崩壊すると思う人たちが立ち上がってきています。会の開幕スピーチで世界中には環境問題に取り組むための予算が大幅に取られている。みんな使い方がわからない。私たち環境のリーダーであるカリフォルニアがその予算の使い方を教えてあげようと、利権はその露骨なスピーチがあり、会場はシーンとしらけました。それぐらいカリフォルニアの人は目覚めてきていますが、少数の利権屋の力に押されているという感じです。その他、ソーラーパワーについてもカリフォルニアではもう終わった。終わったって書いてある。これ以上住宅の屋根にソーラーをつけて、それを送電するシステムが整っていないし、大幅にインフラを改善することは 200% 不可能。不可能なことをなぜやろうとするのか、また20年以上の古くなったパネルは猛毒だけでそれをどのように破棄するのか、住民に負担をかけるのはもうやめようという声もありました。東京都は一体5年後、どのようにするのでしょうか。カリフォルニアと同じ状況になるように思われますと。これ東京ではですね、補足すると、小池さんが発表して、新規の戸建ての住宅にはソーラーパネルを設置しないといけない義務化しましたよね。そのことを指していると思われます。カリフォルニアは法案を作るが何一つ達成しておらず、どのようにするのか計画もない愚かな州だというようなことが話し合われていた会議でした。現在弊社スタッフが手分けして資料作りをしていますので、これらの資料ができましたらまた共有させていただきます。本当は法案を話し合う真剣な会議なのですが、私にはコメディのように映りました。日本政府もこの動きをきちんと知っており、5年後の日本だと言っております。パネルのスケジュール、会場の模様をその他を添付いたします。ご参考にいただければ幸いでございますと。のようなメッセージが来ていますと。まあ、あくまで一意見です。あくまで一意見ですね。いかがでしたでしょうか。個人の見解であり、これが相違でないことは留意いただきたいという中立的な発言をしておきたいですし、僕のこの読み上げた一部分だけ取ってですね、ツイッターで載せないでくださいよ。本当に。もう、疲れるんでね。もう、アホかと。動画見て、この難しい話をツイッターの140文字で語れるわけねえだろ、バカという感じでございますが、冷静に捉えていきましょうと。で、顧客ありき、経済ありきであるということは、このメッセージから言えることかな。ここに尽きると思いますね。ということで、トヨタの全方位戦略ですね。顧客を見て、その顧客に適した自動車を我々は供給していくという方針が正しかったんじゃないかと言えるようなメッセージでもあったかと思います。皆さんいかがお考えでしょうかと。果たしてどうなりますかという感じですね。マーケティングはしっかり地に足をついてやっていきましょうと。しかしビジネスですからシェア取られたくないという思惑もあるので、バッテリー EV も進めないといけないよねというところはあると思いますと。ということで、米国で EV 化が一番進んでいるカリフォルニアからの頼りでございますね。ニュースでは流れないカリフォルニアの現状でございます。以上でございます。お疲れ様でございました。おい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 、そこの現地法人の担当者、お願いだから現地の情報ください。お願いします。こういう生の意見めちゃめちゃ面白いんでね。で、特に欧州の人ですよ。欧州の人、どうなってるかっていうのをね、ぜひ情報共有してください。Twitter の DM でも結構ですし、もしくはメール、YouTube チャンネルの概要欄からメールアドレス載せておりますので、どうぞよろしくお願いします。このように今回は自動車界でございました。その他にも FA、ファクトリーオートメーション制御ですとか、工作機械ですね。そして半導体、いろいろ製造業に関わることをですね、トピックとして挙げております。製造業に従事している方ですね。製造業が好きな方ですね。ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。少しでも刺激になればいいねボタンを押していただければ幸いでございます。ということで、EV 化が全てダメだよっていうわけではなくて、ビジネスですから EV 化が正しい国もあれば、そうじゃない地域もあるよねっていうことですよね。それでエコシステムできれば一番ですけども、そこにまだインフラも追いついてないよねっていうことですよね。なので、EV 化がそうではないのかっていう二極にするのをやめていただきたいっていうことは言っておきたいと思います。そして最後になりますが、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。
引き続きですね、ものづくり太郎チャンネルはスポンサーを募集しております。バナーであれば1回30万円で表示できると。昨日もお話ししたら、30万円できるんですか？早めに言ってくださいとか言われたんで、このくらい新聞に出すと30万くらいかかるんで、それよりも全然効果ありましたとかいうね、お客様もたくさんいらっしゃいますので、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。はい、ということでスポンサー募集しておりますので、どうぞ興味ある方は概要欄から、もしくはメールお待ちしてますので、よろしくお願いします。ということで次回は未定になっておりますが、おそらく CKD ですね。空圧機器メーカーの動画になるんじゃないかなというふうに思ってます。ついに来ましたね。空圧機器メーカー。SMC はこんだろうと思ってましたが、CKD からお仕事を頂戴してですね、PR ということで、お楽しみにお待ちください。ということで次の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ、お疲れ様でした。吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。EV 化が進んでいるアメリカ現地の声を聞けることはなかなかないことだと思うので、とても勉強になりました。刺激になったなと思う方はいいねマーク、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。